猫とうさぎの玉手箱ニュース。皆さんはじめまして、猫とうさぎの玉手箱です。このチャンネルは猫とうさぎが気になるニュースをダラダラとお話しするチャンネルです。皆さんダラダラですからね。くだらない話も多いかもしれません。はい、その時はお手柔らかにお願いします。それでは最後までご視聴よろしくお願いします。対北連携を強める日米韓の動きに反発。10月1日の朝、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが複数発発射されたんだって。最近頻繁に発射してるわよね。海上保安庁の発表では、発射された弾道ミサイルは午前7時頃に落下したとのことだ。また日本海に発射されたのかしら。北朝鮮から日本海に2発発射されたようで、最高高度約50キロ、飛距離は約350キロと約400キロ。高度や飛距離から短距離弾道ミサイルって感じね。引き続き日米韓がミサイルの軌道や種類などの詳細を分析中らしいぞ。落下地点は日本の排他的経済水域の外で、北朝鮮東岸付近らしい。被害はなかったのかしら。今のところ被害情報は入っていないとのことだよ。一安心ね。ただ海に落下物が落ちているかもしれないから注意は必要だね。それはそうと最近北朝鮮からのミサイルの発射が多い気がするわね。そうなんだ。9月25、28日、29日にも日本海に向けて短距離弾道ミサイルを発射したんだよね。1週間で4日も発射してるってこれまでにない頻度ね。異例の頻度になってるんだ。北朝鮮に抗議とかしても意味ないんじゃない。何度も抗議してるけど、またミサイル撃ち込まれてるもんね。今回も抗議するのかしら。井野防衛副大臣が挑発を執拗かつ一方的にエスカレートさせる発射だ。我が国、地域及び国際社会の平和と安全を脅かすものであり、断じて容認できないと批判した。定型文ですか。確かに毎回同じこと言ってるね。北京の大使館ルートを通じて抗議って直接言えないものかしら。形式上は北朝鮮に抗議しないとならないから、日本政府は北京の大使館ルートを通じて抗議したらしいよ。ルートが途中で途切れて北朝鮮にしっかり抗議できてなければ最悪だわ。どうなんだろうね。北京のってところもいまいちだしね。ところで何度もミサイル発射しているけど、ミサイルが賞味期限とかなの？食べ物じゃないんだから期限はないでしょ。冗談よ。何か北朝鮮にとってお気に召さないことでもあったのかしら。それで言うと2つ要因がありそうだ。それで1つ目は9月29日までになるが、アメリカと韓国が合同軍事演習を実施してたんだ。その共同訓練にアメリカ軍は原子力空母ロナルド・レーガンを動員してるんだぞ。一度でいいから原子力空母ロナルド・レーガンに乗ってみたい。北朝鮮はこの合同軍事演習を嫌って毎回何かやらかしてくるのよね。そうなんだ。さらに30日には日本も加わって北朝鮮のミサイル発射能力を備えた潜水艦や潜水艦発射弾道ミサイル SLBM への対応を想定した共同訓練を行ったんだ。日本も加わって共同訓練を行ったんだね。知らなかったよ。日米韓で訓練を行うのは5年ぶりなんだ。韓国のムン政権の時は日韓での軍事的な訓練はしなかったのよね。反日運動や商社事件などもあったし、両国とも軍事協力できるような雰囲気にはなかったな。未だに反日してる韓国と軍事協力なんて大丈夫かしら。
本当の有事があった時、裏切られる可能性もあるし怖いわ。今の両国間の状態から言うと、それもあり得るな。もう一つは、アメリカのハリス副大統領が日本と韓国を歴訪したことだ。アメリカの実力者ナンバー3と言われているんだよね。29日に韓国を訪問したんだけど、場所は朝鮮半島の軍事境界線の近くの非武装地帯って言われていた。なんか煽っている気がするわね。来れるもんなら、好意的な。そんなこともあって、北朝鮮は対北連携を強める日米韓の動きに反発してミサイルを発射してるようだね。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録お願いします。